皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の三重の軍拡について取り上げていこうと思います。韓国は日本と対抗して、もしくは日本を意識して軍拡をしようというのは以前から見られた行動でした。そうした日本を意識しての行動というものが、今回現れているのが空母の建造計画です。空母といえば、海軍にとってはまさに保有していることそれ自体がステータスシンボルのような、そういった象徴的な兵器でもあります。しかし、空母を建造そして運用するには様々な問題が発生するために、韓国のこの計画というものは後々大きな問題を生み出すことでしょう。それでは関連ニュースを見ていきましょう。3万トン級輸送艦に F-35B ステルス機搭載。韓国型軽空母を公式に推進。韓国政府と韓国軍当局がこれまで推進してきた大型輸送艦2事業を軽航空母艦事業に変更して推進する案を積極的に検討していることが4日までに分かった。当初は2033年頃進水する予定だった3万トン級韓国型多目的輸送艦とこれに搭載される F-35B ステルス垂直離着陸戦闘機について配備時期を2年から3年ほど前倒しする案を推し進めている。韓国軍当局がこれまで中国、日本など周辺国を刺激しないために使用していた事業名称も変わることが分かった。ここには日本の軽空母配備に積極対処すべきだというムン・ジェイン大統領の強い意志が反映されている。軽空母事業の推進及び艦載機の早期配備には日本の軽空母配備や中国の空母戦力増強、北朝鮮の迎撃回避、新型ミサイル開発などが影響を及ぼしたと言われている。日本は2024年頃までに出雲型ヘリコプター搭載護衛艦2隻を軽空母に改造すると決め、現在は改造作業を進めている。中国は中型空母2隻を実戦配備し、さらに空母2隻を追加建造している。北朝鮮版イスカンデルミサイルや超大型放射砲、600ミリ級多連装ロケット砲など、従来の韓米ミサイル防衛網では擁撃が難しい北朝鮮の新型ミサイル、放射砲が登場したことも影響を及ぼした。北朝鮮は有事の際、新型ミサイルと超大型放射砲を混ぜて撃ち、F-35A ステルス戦闘機が配備された青州基地など、韓国空軍の基地を無力化する可能性が高い。一方、F-35B ステルス戦闘機を搭載した軽空母は、有事の際に北朝鮮の新型ミサイル及び放射砲の射程外で生き残り反撃できる。だが、巨額の費用を投じるほどの実効性が軽空母にあるのか、有事の際に周辺大国の脅威から生き残れるのかという点をめぐる論争も存在する。軽空母1隻の配備には、現在のレートで約4400億円以上の予算がかかると予想される。純粋な艦艇建造費用は約1600億円以上だが、F-35B 戦闘機20機の配備に2700億円から3500億円以上かかると推定されている。最初に押さえておかなければいけないポイントその1は、東ア情勢では今、軍拡競争というものが起こっている。この事実を受け止める必要があります。その元凶となっているのは中国です。中国の軍事予算というものは年々増加の一途をたどり、それに伴って兵器の近代化、そして増強というものが常々図られています。それに伴って周辺各国は軍事的な圧力というものを常に受け続けています。そのため日本においても中国の圧力というものを強く受けていますから、今ある予算の中でどのようにして対抗していかなければならないかというのを十分考えていかなければなりません。その中において、出雲型護衛艦については F-35B を搭載するということを前提に空母化するための改修工事が行われています。しかし、全体として考えてみれば、日本の自衛隊の防衛予算というものは決して中国のような大幅な伸びを見せているわけではありません。しかし、戦闘機の更新に伴う F-35A の購入ですら必要であるから買い替えるだけにもかかわらず、戦闘機をあんなに爆買いしてひどいといったような政府批判なども根強くあります。これなどは国際的視野が非常に欠けた意見だと私は思っています。そして韓国においてもこの軍事予算の増加というものは見られます。中国に比べればはるかに低い割合ですから大きなニュースとなることは少ないのですが、しかし韓国の軍事予算が伸び続ければ日本の防衛予算を越すのも時間の問題になってきています。もちろん韓国の経済というものは日本の経済を追い越したわけではありませんから、非常に過大な軍事予算というものが投じられて韓国軍の増強が図られています。
そのために技術的には非常に未熟にもかかわらず、潜水艦の建造計画においては最終的には原子力潜水艦を建造することを目標としていますし、今回の話のようにこれまでなかった空母の建造計画などにも手を出しています。これらについてはムン・ジェイン大統領の任期中に配備が行われるというわけではありませんが、ムン・ジェイン大統領がこの計画を順次進めることによってもはや後戻りできないような形になるでしょう。しかしそれらの兵器が本当に必要なのかといえば、ほとんどの場合必要ではありません。原子力潜水艦が韓国にとって必要かといえば全く必要ではありません。主な敵である北朝鮮に対して原子力潜水艦が必要かといえば全くそうではありません。通常型の潜水艦で十分です。また空母が本当に必要なのかといえばこれもまた私は費用対効果として不要なものだと思います。北朝鮮からのミサイル攻撃などが怖いというのであれば空母を作るよりも航空基地の増設やもしくはミサイル攻撃に対抗するための防御施設を作った方がよほど安上がりでしょう。そしてポイントの2つ目はムン・ジェイン大統領にとってはこうした見栄えのいい兵器を作るということが一つ目標となっているわけですが、こうした背景には後先考えない軍拡というものがあります。軍事予算を積み上げることによって海外から何とか技術をもらい、そしてこれに伴って何とか兵器を作ろうというのがかなりご利用しな面があります。今回の空母計画にしても全くそうで、アメリカから F-35B を買うということを前提にしているからこそ、韓国で空母建造という話が現実になりました。なぜならば韓国にはこれまでの従来通りの空母艦載機をいくら買ったところで、それを射出するためのカタパルトの技術というものがありません。ですから空母を作ったぞとなっても、それを射出するための蒸気式カタパルトや、もしくは電磁式カタパルトを導入しようと思っても、それをアメリカなどが売ってくれなければ当然のように搭載できないわけですから、空母を作ろうと思っても全く意味はなかったのです。ところがアメリカが F-35B を売ってくれるというのであれば、そうしたカタパルトの技術などは不要ですから、韓国のような技術のない国であっても空母を持つことが可能になるのです。しかし、ここで述べたようにお金で問題を解決できるというのはあくまでも限界があります。空母を建造するのもそうですが、運用するのも非常に大変ですし、軍拡をすればするほどその維持費というものはどんどんと積み重なって国家経済にも大きなダメージを与えるのです。ですから、ムン・ジェイン大統領がこんなものを作りたい、こんなものが欲しいというものを次々と打ち出して、それに伴って計画を立ててお金をつぎ込んだはいいものの、韓国の未来にとっては重い運用負担というものがこれからもかかり続けることになるのです。しかも恐ろしいことにそれらについてはほとんどが費用対効果が悪いものとなるでしょう。そして最後の3つ目のポイントとしては、空母の建造計画というものが進んでいったとしても一つ大きな問題があります。それは韓国の立ち位置がもしも変わったら空母というものが全く意味のないものになるということです。例えば私はこの2つ目のポイントとして F-35B を変えるということになっているから話が成り立つという話をしました。しかしもしもアメリカが F-35B を韓国に対してもう売らないよという話になった場合、一体どうなってしまうのでしょうか。それこそカタパルトの技術を持たない韓国においては、空母を作ったぞとなってもカタパルトの技術がないのだから乗せる航空機がないという話になってしまいます。現状であればお金さえ積み上げればアメリカは F-35B が売ってくれるということが分かっていますが、しかし今後韓国が例えば中国側へと寝返るような政治的な動きというものが強まれば、アメリカは韓国に対して F-35B を売るということをやっぱりやめましたという、これを安全保障上の問題として取り上げる可能性があるのです。現在のムン・ジェイン大統領は非常にアメリカのトランプ大統領にとってはめんどくさい当てとして認知されており、今後も反米政策というものがたびたび続くようなことがあれば、そうした圧力というものがかかったとしても別に不思議ではないかなと私などは思っています。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。